皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送るスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。この YouTube では本当にマスメディアでは取り上げないっていうか、話されない、内容のでスポーツを語ってもらうというはい、ことを延々とやってるんですけれども、はい、今回は特にそれの、なんて言いますか、もう先鋭化した話になってまして、ワールドカップからエンハンストゲーム、ドーピング全部 OK にしたゲームですね。それとか、それから、オリンピックに賞金って言っちゃいけないね。オリンピックにギャラとうん、言っちゃいけないね。オリンピックに助成金が出ると、選手が100万円もらえると、160 100、万円か、1万ドルもらえるというような話を、どんどん喋っていただいて、これがの問題を語っていただいた2回だったんですけれども、3回目、今回は、一体日本はどうなってんだということを喋りたいと思います。私は今日ちらっと横にあるんですけども、真夏の甲子園はいらないという本も書きましたし、これにはゲストの平尾剛さんも原稿書いていただいてますけれども、こういう、なんて言いますか、ちょっとありえないガラパゴス化しうん、た、なんか、スポーツがあるんかな、日本にはっていうふうに思うんですが、ラグビーでは外国籍の選手が、ちょっとすごい差別を受けてるんではないかというようなルールも出てきました。ということで、今回は日本のスポーツに限って、スポーツの未来をちょっと喋っていただきたいと思います。山本さん、平尾さん、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。平尾さん、どうなんですか？ラグビーのルールっていうのがガラリとなんかおかしくなりましたね。ちょっといや、おかしくなりましたね。ね。リーグワンの、外国籍の選手出場条件が、変更になったんですけどはい。も、本来ならば、えー本人が日本で生まれる、はい。両親、祖父母のうちの一人が日本に生まれる、はい。その国で、5年間、はい。プレーするっていうことですね。協はい。会に所属してプレーすれば、日本代表になれるんですよね。で、そのその条件、国々の代表になれるってことですそね。の国の代表になれる。はい。その国の代表する。はい。はい。これは、世界的に決まってるんですけど、そはい。れに準じた形で日本の国内のリーグワンも、外国籍の選手であっても、その日本代表になれる先ほどの条件を満たしてれば、カテはい。ゴリー A として同じ日本人と同じような形で出れると。はい。はい。いう条件やったのが、その外国籍選手に対しては、さらに条件細分化してですね、ええ。さらに義務教育で6年間受けてる人を優遇するみたいなことになったんですよ。おー。だから小学校プラス中学校ですよね、義務教育はい。はい。だったら、そのうちの6年間を過ごした人を優うん。遇して、それを経ていない、例えば高校から日本に来てプはい。レーしているとかですね、そういはい。う選手に関しては、カテゴリー A2 に所属して、そのう出場ん。枠が減らされるといううことん。があってですね、こうん。れがちょっと物議を醸しているんですね。これなんかラグビーでリーグワンなんかに参加している30人ぐらいの選手が、公正取引委員会に訴えたりもしているらしいですね。そうですね。ねえ。これまだ、まだ、結果は分かってないんですけれども、はい、どうなぜこんな風にしたかっていうので、ラグビー協会のところが、記者会見なんかをしはい、て喋ったところによると、外国人選手が日本代表にたくさんいて、その日本人選手が育たないと。日本人選手を育てるために、要するに外国人選手を追い出すと。もうわかりやすくはっきり言えば、そんな言い方ですよね。これは、なんでこんななっちゃったんですかね。
発想として。全くそれは的を置いていないですあね。あ、はい。ラグビー人口、特に高校年代ですごく減ってるんですけども、はい、はい。なぜ減ってるかというと、やっぱ怪我が多くて、で、高校から始めた選手とかがですね、タうん。ックルとかコンタクトプレーの指導をきちんとできる、指導者がいなかったりとかすることが原因だったりもしてああ、て、なるほど。で、大学に、ほとんど、大学に行ってプレーするんですけども、大学でプレーして、で、協会が言うには、リーグワンでたくさん外国人の選手がいるから、外国籍の選手がいるから、もうそこでやめようとう思う人ん。が続けるんじゃないかっていう理屈なんですけあど、でも、あ、競技人口を増やすピラミッドの底辺を増やしていくたはい、めには、はい。上のそのとこいじるんじゃなく、うん。現場できちっあと安全に指導できる指導者を増やした方が代表強化にはつながります。ピあ、ラなるほど。ミッドの裾野が広がるという意はい、味は。はい、はい、はい。だから僕はあれ聞いた時に取ってつけたような理由うでしかなくん。て、現実を踏まえてないなというふうには思いました。なるほどね。いで、やむしー、ろ、はい、はい。あとむしろ、例えば今、リーチマイケル選手、今、40前にもなりながらまだやってるね、はい、は元、い。キャプテンの選手ですけども、リーチマイケル選手は高校で札幌山手高校に来て、はい、大学、東海大学に入って、はい。東芝に入社してやってる。つまり、リーチマイケルみたいな選手って割と多いんですね、高校から来て。はい、はい、はい。で、そうやって日本代表に育っていって、日本代表の主軸となっている選手が、もう今、ここ何年かすごく多い。うん、うん。でも、そういう人たちは高校、大学7年間やります。でも、リーグワンに入ると、出場枠は今より狭められてしまうわけだから、ああ、はい。もしかすると海外のリーグに行くかもしれないし、うん、出場機会を求めて。そういう意うん。味ではむしろ弱くなるんじゃないかなとないうふうな見なるほど。立てもできるかなと思います。なるほどね。以前にですね、私、平尾誠二さんと、日本のラグビー人口が減っているということに関して話したことあるんですけど、その時に平尾さんが言ったのは、絶対女子ラグビーを入れることだと。で、女子ラグビーに力入れたら、女子ラグビーでお母さんになった人の子供って男の子っていうのは、絶対にラグビーやると。うん。いうことで、イングランドがそれやったらしいんですよね。そうしたうん。ら大体30人ぐらいで、ごめんなさい、30年ぐらいで、ラグビー人口は増えたと。それがイングランドの例だと言われたんですけど、そういう発想とはまるで違う発想ですよね、考えてみたら。もう全く逆です全ね。でも、く逆ですね。はい。要するに、外国人選手ははっきりと排除したら日本人選手が上がってくるというようなうん。感じですよね。すごい今、ちょっと言ってみれば短絡的だなと思ううし、ん。その平尾誠二さんの話は、すごく的いてると思うのうは、僕本ん。当昨日、一昨日、菅平に久しぶりに行って、ああ、行かれた。はい。うで、母校の指導もちょっとしながら話をしん。てるとね、母校、同志社公立高校、はい。2世めちゃくちゃ多いんですよ。同おー。じ学年の子供とか、ちょっと上のうん。先輩の子供とか、うで、そのん。話聞いてると、どこどこに誰々の息子おるでとかですね。ああ。だから、ラグビーって、これは統計取ったわけじゃないけれどうも、親がん。確かにラグビーしてると、う子供ん。も、しているっていうケーうスが非ん。常に多いスポーツかなと思ってるので、平尾誠二さんはうん。多分そこに目をつけられたんだろうなとなるほど思います。ね。逆に言うならば、親があんまりラグビーを知らなかったら、その子供がラグビーをやるっていうことはほとんどないということですってね。そうですね。そりかもゃそうでしょう。しれないです。あんなぶつかり合いで怪我すうるかもしれへんん。場所にいや、ただ、子供を。平尾さんのね、その話を聞きながらね、もう一つ思ったのは、柔道のことなんですよね。フランスで柔道強いですよね。ほんで、フランスの柔道人口の方が割合では日本よりも多いんですよね。全人口から比べると。ところがフランスでは、そう死亡事故っていうのがゼロなんですよね、ずっと。で、その指導の仕方で死亡する選手なんて出ないわけなんですよ。ところが、日本ではやっぱり柔道の死亡事故っていうのはいつも毎年なんかあるんですよね。
そのあたりがラグビーの中にもちょっとあるのかななんて勝手に、平尾さんの話聞きながら思ったんですけど、どうなんですかね。あります。それは非常にあって、特に小学校のラグビースクールで、これは僕の友達家族の子供がラグビーえスクールで始めたんですね。え、関西の。えで、だいたい小学校3年生からぶつかり合いが始まるんですよ。はいはい小学校はい。2年生まではタグラグビーで、はい、いわゆるまだぶつかるコンタクトなしでボールゲームの要素を取り入れながら楽しく幼稚園、はい。小学校2年生までやっ腰て。につけたその紐とかタグをああ、取るっそうです。ていうので、タックルはしないということですね。そうです、そうです。なるほで、ど。小学3年生ぐらいからタックルが入ってくる。で、うん。やっぱ3年生ぐらいから辞める子が増えてくるのは、あやっぱあ、怖いじゃないですか、タックルって。うん。で、段階的に教えなければいけないんだけれども、うん。そのラグビースクールはもうほとんどボランティアのコーチばかりで、はいはいはい。とにかくその友達の子供は怖いと。でも教えてうん。くれない。行けとしか言われない。はい。試合だと。気持ちだ。で、実際試合ではやっぱり救急車がよく来るんですって。ああ、なるで、ほど怖くなってね。しまって、その息子さんは結局辞めて、並行うん。してやってた水泳にもう行ってしま変わっちゃっって、たと。うで、そん。のケースが割とそのスクールに、まあ家近かったから通ってたんですけど、多いんでうん。すね。だなるほど。からやっぱ現場できちっとコンタクトプレーを教えられる、つまり安うん。全に取り組めるような環境、つまり指導者、うそういった指導者ん。を養成して、それに対する、まあ、整備をすることが大事だと思いますし、多分フランスの柔道界はそういうことをうしてるかん。らこそ、競技人口、あれだけこうね、柔道だって、危険なというか、怪我がはい。伴うスポーツですから、やっはい。ぱそこにはあるとは思いますね。なるほどね。山本さんどうですか今の話、ラグビーを中心にして話したんですけども。やっぱワンチームっていうね、合言葉はい。があって、これすごくいいなと思っていたのに、はい。ラこグビーのね。でもね、はい。やっぱり例えば90年代にフィジーからラグビーで日本に来た選手たちたくはい。さんいるじゃないですいか。ますね。はい。で、その背景には、でも必ずグローバルなラグビーマーケットっていうか、はい。選手たちの移動の可能性っていっぱいあって、うん。で、ラグビーっていう競技自体が持ってる、こう、豊かなね、多文化主義の側面だはい。なと思っていたんだけれうど、ん。なんでここに来て、なんだろ急に、厳しい条件をつけて、うん。うん、古い民族ナショナリズムみたいなものがね、顔を出してくるのか。まあ自民党がそう言ってるっていうのもあるじゃないですか、日本。うん。だなからすごいるほど。タイミングも一致してて奇妙だなとも思うんですけど、うん、そうですね。うん。でもやっぱりそのラグビーって素朴な民族ナショナリズムじゃなくて、いろんな人たちがうチームん。になるっていうチーム共同体を実現してきていたはずなのに、やっぱそれ捨てちゃうっていうのは本当にラグビーの良さを消しちゃうなと思もったいないとう。もころですよったいない。ね。いや、まあ今言われた多文化主義なんうかん。の、要するにそれを推進していたうん。団体でもあったわけですからね。うん。うん。ただ、それで2000、ね、あ、外国のチームをちょっと調べてみましたら、うん。外国生まれの代表選手、これはもう本当に多いんですね。どのチームも。うほんで、ん。サモアなんか13人、ウェールズで12人、トンガで10人、これワールドカップに出た人の中での外国籍の選手のことなんですけれども、スコットランドでも11人、で、日本は11人だったんですよね。だから別に日本だけそんな激しいわけでも何でもなく、外国籍の人が多いわけでも何でもないと。ただ、日本人のやっぱり東洋人とその西洋人のなんていうか顔の違いで目立つのが、それがあんまり良くないんじゃないかなんていうことをね、言ってた人がいるんですけども、そのあたりはどうなんですかね。顔が目立つからこそ余計に批判というか、目が向けられるんだと目立思うんっちゃうとですけど、いうことで、外人なんであんなに多いのっていうことにすぐに出てくるっていう。そうなんですようね。だからん。僕ね、さっき山本さんがなぜするのかっていう、なんでこんなことしたんだろうっていうのも僕も、
それは競技人口を増やすとかって言ってるけど、全部ピンとこなくて、さっうき言ったよん。うに、なぜかなと思うと、本当今玉木さんおっしゃるように、西洋人と東洋人の違いで、う何かん。潜在的に我々が、やっぱり日本代表というのは、その国の、いうわゆる日本ん。人の代表が日本。日本人を代表するのが、うん。代表チームであると。うイん。コールそれは東洋人であると。うでもそこにん。は西洋的風貌の選手がいるっていうことへの違和感みたいなものを、まあ、言ったら印象論っていううか、ん。で、あのやっぱり思っている人たちがオールドファンにはやっぱりいるんですうよ。だからオールドん。ファンのそういう、まあ、潜在的なというか、当然これは、よろしくないそのう印象論なんん。ですけども、うん。それに、協会というか、その今回のその規定変更は、なんかこう、まあ、こびたというか、なるほどそこね。しか考えられないよねと。だうって、ん。多文化主う義のん。ラグビーの良さに気づいたのは多分2019年のワールドカップの時に、はい。ラグビーしている人じゃない人たちもですね、うん。いいじゃないかって認そうそめう。うて、ん。代表の躍進とともに、うん。こんな面白いスポーツだったんかって気づいた、いうん。わゆるライトなファンっていうか、その時にはい。ファンになった層がいるじゃないですうか。ん。その人たちは多文化主義でちょっと他とは違う所属協会主義で国籍うん。主義じゃないラグビーっていいじゃないかっうて思ったん。う人たちん。のうん。気持ちを全部こう、なんていうのかな、こう水さしてしまったような決う定ん。だと思うんですよなるね。ほどね。だからオールドファンの目を気にして、せっうん。かくそのライトなファンでわーっとこう、ラグビーの価値だったり人気がうん。広がっていったムードに水を差したなっていうのが、ああ、なるほど。そうですと僕の、ね。はい、印象です。うはい。ね、今ん。回、その問題は、その日本国籍を取った選手も、これ、排除というか、そう。A2 にカテゴライズされA2。てしまうんですよね。はい。そうそうそう。だから、よ単純な国サックス、籍な話じゃないっうん。てことですよね。サッカーで言うなら、日本国籍を取ったう人は日本ん、人うん。ですというよね。扱いですけれども、はい。今回そうでもないって。まあ、これ、本当公正取引委員会に訴えた結果がどうなるかわからないですけれども、うんこれはラグビーだけの問題ではなくって、日本社会の問題というふうはい。な、そういう捉え方をした方がいいですね。山本さん、どうですか？いやー、本当おっしゃる通りですよね。うん。うん、でもやっぱラグビーはいい見本だったと思ううんですよ。ん、やっぱ最後認めますよと。うん、ね。うん、で、外国出身でも、やっぱり日本で活躍してくださいとうん、うん、いうことの一つの大切なモデルを提起してうん、たし、まあもちろんね、サザレイシ見学に行くとうん。かね、はい、シナはい、はのい。意味勉強しましょうとか、はい、はい。やるけど、でもそうやって選手が日本との関係づくりをちゃんとやって、貴うん、族意識持って、あの、ね、生まれた場所は違うし、国うも違うけど、ん、まあ一つの日本っていうチームになろうよっていううん、ことはすごくいいことやってきてたのに、うん、いや、ほんと残念で、で、やっぱりうん。今の日本の政治、やっぱりはい、その移民排除の風潮と、はい。なんか足並みが揃ってて、僕は気持ち悪いなと思っ気持ちてる悪いな。んですよ。うん。まあ、そうですね。はい。外国人が経営する飲食店の経営条件も引き上げられたじゃないでうすか。資本ん。金が何ああ、千万円。あります。そうそういうことそうそともすごくね、う。タイミングが合いすぎてるのが、うん、本当にこう、気持ち悪いっていうか、問題だと思ううし、ん、うん、なんか社会にはびこる排外主義に対して、なんかそれを押し戻す、そういう力を持ってるんじゃないかな、うその影響ん、力をラグビーはって思ってたのうん、が、いや、そちら側に回っちゃうのっていそうう、すん、ごいそこはね、やっぱりずっとラグビーを経験してきたものとしては、ちょっと待ってくれよという思いがなる強いほどね。なるですね。ほどね。うそのスん。ポーツの良さというところが、逆に潰されるところがあるわけですよね。これ、まあ、ラグビーよりだけではなくて、今年甲子園の、夏の甲子園、私、すごいチェックをしまして、う。開会式でうん。入場行進をしている人たちの姿をチェックしたんですね。そしたら、自衛隊の行進。
をしている学校が49校中33校。から自衛隊に似た行進をしているというのが、10何校かな。とにかく要するに自衛隊の行進というのは拳を握るんですよね。で拳を握ってやってるのが、拳を握ってない素直な手を広げた行進をしている学校が3校しかなかったですね。どこですか、それ。沖縄尚学とどこだったかああ、なるほど。あどこかだか3つね、沖縄尚学とどっうん。か、ちょっとすいません。神がどっかに行っちゃったなんですへけれども、参考だけありましたね。え、へこれでも、陸軍の、大日本帝国の陸軍の、分裂行進を真似て、要するに野球なんかダメだって言ってた朝日新聞が、野球は素晴らしいって言うために陸軍に媚びてやったのが分裂行進なんですよね。うん。で、その時に陸軍の真似して行進をしていた行進が戦後になってどうしていいかわからなくなって、だんだん自衛隊に似てきて、今年は自衛隊式がすごく増えたっていうのがわかりまして、ちょっとなんかこれはすごいこったな、自然にこうなるものなのか、誰かが指示しているのかって思ったんですけれどもね。ただまあ、相変わらず夏の甲子園、真夏の甲子園、大騒ぎになりましたけれども、このシリーズで喋っていただいた中で、その、オリンピックとかワールドカップとかと違う自分たちのスポーツっていう部分があるという話を平尾さんなんか、されたことがあったんですけれども、真夏の甲子園も、実は、本当は真夏の甲子園でやっている選手たちっていうのは、ものすごいエリートなんですよね。で、もうほとんどなんかもうプロ野球に入る選手なんかがやっているっていうところがあって、一回戦でどんどん負けていく高校の部活動っていうのが無視されているところがあるわけですね。それがこちら側のスポーツとあっち側のスポーツというテーマを過去に2回にわたって出てきたテーマがすごく表しているところもあるなっていうふうに感じたんですけれどもね。いや、山本さんどうですか？夏の甲子園大会。まだまだ日本は続きますかね、これは。なんかまあ、あの手この手で続いてるじゃないですか。この手、やっぱ時間帯ちょっとね、ずら時すって間帯変えいうやて、り方休みを取っとか。て、うん。それこそ飲水タイムを取って、あとと、いうこと。ナイターですよね。ナイターもありましなんかたね。高校野球やってるから、そうですね、ね。昔は美濃島と星稜ぐらいじゃないですか、夜野球といえば。長くなったからやったっね。ていうね。今普通に夜やってますよね。うん。それからうん。昔の甲子園大会っていうのは、甲子園球場の広告ありますよね。うん。あれを全部変えてたんですよね。ああ、確かにそう大だ。南海高等学校野球大会というか、今広告がそのまま出てますよね。あで、あ、もうすぐ多分ね、バットやなんかユニフォームやなんかにも宣伝が入ってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はあ、そういう目で考えで見たわけではないんですけれども、うん。横浜と沖縄尚学の試合見たら、うまいですね、みんな。やっぱり。うん。プレイはプロ並みですね。うん。この守備やるか、どれだけ練習してるのかなと。ただ、それと高校の部活の開き方っていうのが、やっぱりどうなんのかなっていう気がしますけど、意外と、誰も考えてないし、それこそ主催が完全にマスコミですから、世論も出てこないでしょうね、多分。うん。ただ面白いなって思ったのは、ワールドカップサッカーで、日本サッカーなぜこんなに強くなったかっていうことがよく言われて、その時に必ず J リーグがあったからっていうことをみんなテレビでもやったし、だから新聞やなんかにも書かれてたんですね。やっぱり J リーグが誕生して33年。これ日本のサッカーはこんなに上手くなった。ただ、うん。その J リーグに大反対していた勢力があったっていうことは、みんな忘れてしまったのか、あんまり言わないですね。
要するにこんな J リーグじゃダメだと、チーム数増やしちゃダメだと、川淵三郎チェアマン、川淵がいる限り J リーグは、良くならないというふうに言っていた、渡辺恒夫という人がもう亡くなりましたけれども、その人の言う通りにやっていたら、どうなっていただろう、サッカーは強くなっていただろうかな、というふうに考える必要もないのかと思いますけど、そのやり方が今も野球界には残ってるんですよね。そこのところが問題かなっていうのが私、最近、山本さん、最近行き着きました。そこに鍋つねの野球館と、はい。朝日新聞の真夏の甲子園というのは、どこで結びついてくるんですか？まあ、いや、結びつかないですね。うん。ただ、メディアが、うん。支配しているという意味ではああ、一致なるほど。し、それだけですね。ですから、朝日の高校野球、なるほど、なるほど。毎日の高校野球と、社会人野球、うん。から、読売のプロ野球と、うん。そういう住み分けうん。ができてしまっている中で、野球というものの主体が日本にはどこにもないと。なるほど。いうことですね。だからサッカー協会、J リーグが生まれた時に、要するに渡辺恒夫さんが最後に脅したのは何かというと、この川淵のやる通りやるならば、俺たちは別リーグ作るって言ったんですね。うん。で、それに対して川淵さんは、別リーグどうぞ作ってくださいと。その代わりその別リーグに行った選手は、オリンピックにもワールドカップにも出られませんよと。言ったときに、これは相手にならないと思って、渡辺恒夫さんが読売ヴェルディから撤退するんですね。うん。で、企業名をつけていた名前の書き方なんかも読売新聞社で全部普通、川淵さんの言う通り、地域名の名前にしたと。ところが、それ考えてみたら、今のプロ野球なんかは、完全に、なんて言いますか、反J リーグ。J リーグのやり方とは違うやり方をやってるということですね。そこのところが一番の問題かな、ということに行き着いたんですけどもね。うん。どうですか、山本さん、それには。うん。で、J リーグがね、やったことを後追いして良かった部分っていうのは、まあ野球もあって、企業名出てますけど、うん。やっぱ北海道にチはい。ームがあったり、はい。東北にあったり、福はい。岡にあったりって、僕が子供の頃はもう、ね、阪神と巨人うん。しかないわけで。うん。うん、だけど今やっぱりローカルが巨人や阪うん。神とね、対等にうん。渡り合えるぐらい観客もいて、そうでそれぞれやすね。ってる。そこはやっそぱりなんか うですね。J リーグが見せてくれたものをうまくこう吸収したのかなっていう感じはしますけうん。どね。あとはチーム数が増えないことぐらいですね。ああ、問題があるとすれば。うん、どうですかその先どうですか山本さん。日本のスポーツ。例えば、過去2回にわたってうん、世界のスポーツがもううん。袋小路のもうギリギリまで来てしまっているということになりましたけども、日本のスポーツはどうなりますかね、これから。やっぱ特殊能力者たちのうん。特殊な世界ですよね。うだかん。らスポーツって今まではみんな自分で実際にやったり、うん。友達とやったり、学校のう帰りにやん。ったり、そうやっうん。てみんなスポーツって広まっていたんだろうけど、今はもう子供の頃からね、スうん。ポーツをやれる環境に生まれた子供たちだけがスうポーツをやっん。て、うん。で、すごく狭い世界の中で勝ち上がっていって、うん。ね、そのすごく狭い世界の世界チャンピオンを、うん。まあ、争うというん。うことだから、競技人口が増えるわけはないですよね。まあ、ラグビーもそうああ、ですし、まあ、もう野球もそうですよね。うん、だけど、甲子園は何も変わらずこうやっうん、ていて、まあ、バックネット裏に子供たち並べてはい、やってますけど、はい、じゃあ、ね、周りで野球やってる子供たち見るかっていうと、全然見なくなってるし、そうですね。う昔は見まん、したけどね、最近は見ませんね。ううん、ん。でも本当に競技をやる家族、やるうん、人たちだけのうん、特別な世界がこう出来上がってきていて、それうん、を僕らはインターネットやテレビで消費するっていう、うん。なんかそういうスポーツになってますよね、今なるね。ほどね。
それはどっかで、なんていうか、もっと健全なスポーツに変わっていくというようなきっかけにはなりませんかね、どっかで。うん、もうでも、平等にスポーツができる可能性を担保していた部活動がね、はい。もうこれからなくなっていくだろうし、そうですね。だからますます子供たちはスポーツから遠くなりますよね。なるほどね。うん。で、一部の人だけは、要するそにエリートとしてやってう。いくっうん。ていうことですそね。なるほどね。平尾さんどうですか？そういう歩みにしかならないですかね。僕も見立てとしては山本さんと同じですうね。ん。やっぱり、まあ、地域にしろ、家族にしろ、まあ、スポーツをやっている家族がいるとか、うん。スポーツが盛んな、地域に生まれたとか、で、近うん。くにそういう、まあ、例えば J のユースがあるとか、うん。各プロ野球のユースチームがあるうん。とか、なんかそううん。いうところに生まれた人は比較的スポーツをやるかもしれないですけども、そうじゃない人は、もうそもそもスポーツ、ボールも触ったことがないみうん。たいなうん。人たちとの、まあ、二極化が進む。やっぱうん。り部活動って、まあ、基本、どこかに入るじゃないですか。だはから、いはい。やりたいと思わなくても、例えばちょっと友達が入るからバレーボール部入ってみようかなってうん。3年間やった。そこでやめても、なんかバレーボール的なスキルを身につけてるし、うん。うん。テニス部に入ったらテニスの素養があったりうん。とかもする。これは文化資本を身につける機会やったと思うんですう。うよ。うん。ん。別にそれを生涯プロとして生きていはいはい。くわけじゃなくて、でもそういう素養があるから、テレビつけたり、あるいは友達うに誘われん。て試合見に行こうってなったら、ルールは分かってるから見に行こうっていううん。形で、まあそういう層って、割とやっぱりスポーツを支えていく上では大事だったと思うんですけども、うん。そういう層がごそっといなくなった時に、山本さんおっしゃるように、とにかくそれが好きで、とにかく、うん。夢中になってやった人たうん。ちの、いわゆる、まあ、サークルのうん。中でやっていくから、まあ、シュリンクせざるを得ないな、っていうふうには思ったりもします。で、なる。さらにスポーツ観戦は、まあ、映像で、ネッうトで、しかもん。リアルタイムじゃなくて、各々が好きな時間に見るようになったりもしていくと、いや、一体スポーツってやっぱり、僕はライブ観戦が基本だと思っうてて、ん。サッカーでもラグビーでも何でもそうですけど、感情を一気にそのゴールした人が、サうッカーなんか特ん。にね、ゴール数うが少ないかん。ら、これ見よがしにガッと喜まあ、ぶ、その場にいている人たちが喜びを一斉に表す時のなんかうん。エナジーみたいなね、うん。あれを感じるのが面白いっていうふううにあったと思うんん。ですけど、まあ、映像であるパブで集まってみんなで見るっていうのもそれやと思ううし、ん。そういういわゆる感情、普段の生活していくと感情を出すことを、まあ、言うなればまあ抑制せざるを得ない中はい。で、スポーツっていう文化は思い切って感情を出せうん。るし、それを他者と共有できるうん。一つの文化としては、うん。やっぱりよくできてるなと思うんですけど、なるほど。だからそういう要素がどんどんなんか薄まっていくような気がするということは、スうん。ポーツの文化的な、今まで我々がスポーツから享受してきた文化的なその価値みたいなものも、どん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 なんか変化していくし、まああまり好ましくない方向に変化していってしまうのかなっうん。ていうふうにはちょっと思っています。うん。なるほどね。まあ、本当にスポーツが変わってきたことも事実だけれども、スポーツによるスポーツと社会との関係も変わってきたっていうことが、大きく言えると思いますが、3回にわたって、今、限界に来ている近代スポーツと未来のスポーツというテーマで喋っていただきました。最後に山本さん、未来のスポーツ、どうなってほしいですか？うん。やっぱり、スポーツっていつでも世界を映す鏡じゃないけど、社会をはい。映し続けていて、そはい。の時代その時代の社会のありようが最もよく現れるものがスうーポーツだと思うんですん。けど、そういう意味では今一番良くない世うん。界のありようがスポーツの中で逆に生み出されなるほど。続けているので、うん。まあ、あんまり希望を持ってこれからスポーツを語るっていうのはなかなかできないかなとも思うん。うんだけれど、どうなんでスポーツのすかね。方から社会を変えるっていうようなことは、うん。なかなか難しいですかね。
だからた、僕はやっぱり選手に期待したいんですよね、いつもね。ああ、なるうほど。ん。選手たちにいつも期待したいなと思っていて。それはどうなんですか？パフォーマンスとして、そうん。れとも発言も含めてっていうようなことですかね。発言もそうだし、でもこの前のね、ワールドカップって、例えばアメリカ代表の、はい。本当は出れない選手が出ますっていうことになって、はい。はで、い。ベルギーが、やっぱりすごいなんていうのかな、それに反発するよううな、ん。サッカーを見せる。ルカ見せた。はクが、い。はい。まだこんな動きできるのってういうシューん。トしてくれたりとか、うん。だから試合の中でちゃんと落とし前つけるっていうなるほど。ような部分とかね、ああいうん。うベルギーの今回のアメリカ戦のサッカーとか僕、いいなと思いましたよ。なるうん、無ほどね。言の抵抗だ。しかも競技うん。の範囲内で無言の抵抗をうん。ちゃんと示したなっていうふうになるほど。感じたのでね。無言の抵抗というか、スポーツとしてのメッセージうん、としてのが、それうん。がすごくスポーツにはまだまだそれを表現するそうそうメディアとそしての力う。はあるうん、っていうこうん。とですね。そうですね。うん。平尾さん、最後に一言どうですか？未来のスポーツ。そうですね。やっぱり先ほど言ったように、今の若い子たちが、まあ、うん。スポーツで、玉木さんもおっしゃいましたけど、甲子園がもう一部のプロみたいになってるけうれども、一回ん。戦で負けたりする、でも野球好きな、うん。子供たちがいるわけだはい。し、僕はそういう人たちが、それでも野球やっててよかったって思えて、その先の人生を生きれるようになれうん。ばいいなと思うし、今の大学教員の立場で学生と接している中で、若い子と、ラグビー指導で通じる中でうん。思ってることは、スポーツってやっぱりプロのああいう華やかな、まあ、エンタメ化しつつあってわーっと動いてる世界とは違うん。う、いわゆる論理で動いてて、このうん。身体をどうやって使うかとか、身う体からのん。喜びを感じるとか、他者とのその共通の、回路を作ってコミュニケーションをするとか、コミュニケーションも言葉だうけじゃなくて身ん。振り手振りであったり、ノンバーバルな部分もあっうん。たり、で、その場で、最適解を相談して、みんなで出していうくというよりん。民主主義を学ぶ場でも大げさに言ってあうん。ったりとかするけれども、そういうスポーツの本来持っている価値みたいなものをもう少しやっぱり言語化して、きちっとやっぱり若い世代を励ますことによって、前回だったかな、言いましたけども、ういわゆん。る上の華やかな世界はやってるけど、スポーツそんなもん違うでっていう、僕らのやってきたスポーツ、私たちのやってきたスポーツはこうだもんっていうものを作っていくことによって、うまく何か、これうん。希望でもありますけど、なるほど。山本さんがおっしゃったように、スポーツってまだまだメッセージがあるし、社会を、うん。様子を映す鏡でもあるし、投影するうん。装置でもあるから、そういう部分はやっぱり残っていくだろうなとも思いまうん。すね。はい。いや、スポーツの価値を、なんて言いますか、スポーツそのものの価値を、やっぱり認めた上で、今どうなっているかというスポーツというのを3回にわたって語っていただきました。非常に奥行きの深い、奥深い話だったと、私自身勉強になりました。本当、山本さん、平尾さん、ありがとうございました。ありがとうございまえした。山本さん、最後に一言何かあります？いや、僕話。は、玉木さんが、この真夏の甲子園にね、抗いうん。続けてる、うん。この姿勢っていうのをいつも応援してます。ありがとうございはい。ます。私も喋らないといけないなというのは、今回大学の授業14回やってみて分かりうん。ました。もう、こんなに反応鈍いのか、こいつらと思う。久しぶりにね、若い人と出会って、どんだけコミュニケーションしようとしてもなかなかできなかったんですけど、最後にレポート、うん。いろいろ全員出してもらったのを読んだら、なんか、スポーツがこんなに奥行きの深いものだと思いませんでしたとか、スポーツは勝った負けただけの試合だと思ってたのが、いろんなことがあるんですねとか書いてあったのを見て、ああ、やっぱり喋るべきなんだなと思いましたし、これからも喋っていきます。山本さん、山本さんも平尾さんもよろしくお願いしますね、これからも。こちらこそよろしくお願いしお願いします。ます。どうもありがとうございました、本当に。ありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
す。